皆さん、こんにちは。日本語学習ポッドキャスト、日本語でいこうの花です。こんにちは、レオです。ねえ、花さん。昨日、僕の家の近くの神社の周りですごく賑やかな音が聞こえたんです。ドン、ドン、カカカって太鼓、浴衣を着た人がたくさん歩いていました。あれは何だったんですか？はあ、それはきっと夏祭りですよ、レオさん。日本の夏といえば、やっぱりお祭りです。夏祭り。アニメでよく見るあのライトがたくさんついていて、美味しい食べ物の店がいっぱい並ぶイベントですか？そうです、そうです。というわけで今日は、外国人の皆さんが日本に来たら、絶対に体験してほしい、日本の夏祭りと屋台の楽しみ方についてたっぷりお話ししましょう。わあ、お祭りの話ですか。すごくワクワクします。僕、アニメで見てからずっと日本の夏祭りに行ってみたかったんです。でも、どうして夏にお祭りが多いんですか？いい質問ですね。昔の日本では、夏は病気が流行ったり、台風が来たりしやすい大変な季節だったんです。だから、神様にお祈りをして、病気にならないように守ってください。元気に過ごせますように、という気持ちを込めて、お祭りを始めたと言われているんですよ。へえ、ただ楽しいイベントじゃなくて、みんなの健康をお祈りするためのものだったんですね。そうなんです。だから、お祭りに行くと、おみこしといって、神様が乗るためのきれいな木の乗り物をみんなで担いで街を歩く姿を見ることができますよ。あ、テレビで見たことがあります。みんなで同じ服を着て、大きな声を出して歩くやつですね。なんて言っているんですか？一番有名な掛け声は、わっしょい、わっしょいですね。レオさんも聞いたことがありませんか？わっしょいですか。聞いたことがあります。どんな意味があるんですか？いろいろな考え方がありますが、みんなで一緒に平和を作ろうとか、力を合わせようという意味から生まれたと言われています。だから、みんなで声を合わせて重いおみこしを運ぶんです。わっしょいにそんな深い意味があったなんて驚きです。今度おみこしを見たら僕も心の中でわっしょいって言ってみます。ぜひ、大きな声で言ってみてください。さて、レオさん、夏祭りといえばもう一つありますよね。屋台ですね。道にたくさん並んでいる食べ物やゲームのお店ですよね。大正解。お祭りの楽しみはやっぱり屋台ですよね。レオさんはもし屋台に行ったらまず何を食べたいですか？うーん、やっぱりたこ焼きと焼きそばですね。外で食べる焼きそばってどうしてあんなに美味しそうに見えるんでしょうね。ソースのいい匂いが遠くまでしてきて、匂いだけでお腹が空いてきます。わかります。他にも日本の屋台には面白い食べ物がたくさんありますよ。例えば果物を使った甘いお菓子とか。あ、リンゴが丸ごと赤くて硬い飴で包まれているやつですか？リンゴ飴ですよね。そうです。最近はいちご飴やぶどう飴、マンゴー飴なんかもありますよ。見た目がキラキラしていて可愛いので、SNS に写真をアップする若者にも大人気なんです。リンゴが丸ごと飴になっているなんて、僕の国にはなかったので、最初に見たときはびっくりしました。どうやって食べるんですか？周りの飴だけ舐めるんですか？いえいえ、飴と一緒にリンゴをガブッと噛んで食べるんですよ。周りの甘い飴と中の少し酸っぱいリンゴのジュースが口の中で混ざってすごく美味しいんです。ただ、とても硬いので歯を折らないように気をつけてくださいね。え、歯を折らないように？ちょっと緊張しますけど、今度絶対に挑戦してみます。あと、冷たいものならかき氷も食べたいです。
いいですね。日本の屋台のかき氷は、いちご、メロン、レモン、ブルーハワイなど、いろいろな色のシロップがあって選ぶのが楽しいですよね。ブルーハワイってどんな味なんですか？青い海の芋白をしていますけど。実はね、レオさん。これは日本の面白い秘密なんですけど、かき氷のシロップって、いちごもメロンもブルーハワイも、実は全部同じ味なんですよ。嘘ですよね。だって、いちごはいちごの味がするし、メロンはメロンの味がしますよ。本当なんです。シロップの材料は全部同じで、違うのは色と匂いだけなんです。人間の脳が赤い色とイチゴの匂いを感じて、あ、これはイチゴ味だって勘違いしているだけなんですよ。びっくり。人間の脳って不思議ですね。今度かき氷を食べるときは、目を閉じて何味か当ててみます。ぜひやってみてください。思ったより難しいですよ。さて、屋台は食べ物だけじゃなくて、ゲームができるお店もたくさんあります。レオさんはどんなゲームを知っていますか？水の中にたくさん魚が泳いでいて、紙の道具で捕まえるゲームを見たことがあります。それは金魚すくいですね。薄い紙が貼ってあるポイという道具を使って水の中の金魚を取るゲームです。そう、それです。ポイって大きいスプーンみたいな形をしているけど、紙が貼ってあるんですよね。本当に難しそうです。すごく難しいですよ。でも上手な人は1回で10匹以上も取るんですよ。10匹も？それはプロですね。僕なら最初の1匹で紙が破れてしまいそうです。取った金魚はどうするんですか？お店の人に小さな袋に入れてもらって家に持って帰ってペットとして飼うことができます。日本の子供たちはお祭りで取った金魚を家で大切に育てることが多いんですよ。自分で取った魚を家で飼うなんて、子供にとっては最高の思い出になりますね。あ、そうだ。花さん。最初にお祭りの周りで浴衣を着た人をたくさん見たと言いましたよね。浴衣って着物と何が違うんですか？いい質問ですね。着物は冬でも夏でも着られる日本の伝統的な服ですが、何枚も重ねて着るので夏はとても暑いです。でも浴衣は夏用に作られていて薄くて涼しいんです。昔はお風呂上がりに着るパジャマのようなものでしたが、今では夏のお祭りや花火大会に着ていくおしゃれな服になりました。なるほど。夏のための涼しい着物なんですね。男性も着ていいんですか？もちろんです。男の人の浴衣姿もすごくかっこいいですよ。最近は外国人の観光客向けに浴衣をレンタルして着せてくれるお店もたくさんあります。いいですね。僕も今年の夏は浴衣を着てたこ焼きを食べながらお祭りの雰囲気を楽しみち出す。最高のプランですね。日本の夏祭りは夜になると日本の伝統的なライトの提灯に明かりがついて昼間とは全然違う雰囲気になります。日本の夏を一番感じられる場所だと思うので、ぜひ行ってみてください。はい。絶対に行きます。それではここで今日の便利な言葉と文法を確認しましょう。今日はお祭りの説明でもたくさん使ったようにという表現です。病気にならないように守ってくださいとか、元気に過ごせますようにですね。その通りです。何か目的や目標があって、そのために準備をしたり、お祈りをしたりするときによく使う表現です。例えば、お祭りで道に迷わないように友達と一緒に歩きますとかね。なるほど。
目的や気をつけることを言うときに便利ですね。僕なら、お祭りで歯が折れないように、りんご飴を気をつけて食べます。です。素晴らしいですね。ぜひ覚えて使ってみてくださいね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。ここで皆さんに質問です。皆さんの国には夏に特別なイベントや外に屋台がたくさん並ぶお祭りがありますか？また、皆さんの国のお祭りで一番人気の食べ物は何ですか？ぜひ YouTube のコメント欄で皆さんの国のお祭りについて教えてくださいね。皆さんの国のお祭り、すごく気になります。たくさんのコメント、待っています。それではまた次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。